均等な幅で、でこう一回ずらして、ずらすんだ。なんかこう不安な感じの集中線みたいな。Hello。どうも。またこの危なそうなケースから危なくない。気になりました。これ何ですか？これ画鋲です。かなり危なそうな形。これは漫画の作画で集中線引くのに使うんで。紙にぶっ刺して。ぶっ刺さない。貼り付けて。こういう風に。いや、じゃあ刺さなくていいです。そっか、こういう危ないような形にして、これどうやって使ってるんですか？面白そうな定規、磁石がついてる。磁石じゃないんですけど、フローティングディスクって言って、直につかないようにするやつです。まあ、こうやって、こういう感じで。引く。そうすると、線が全部集中。特に何かコツとか。いや、これはもう本当練習するしかないのでって言われても、多分ある程度弾いて感覚が分かんないとコツを伝えても多分理解ができないと思う。基本的に外から内まで行くんですか？そうですね。まあもちろん逆もしないことはないんですけど、まあ基本的に集中線っつったら天に向かって弾くやつなんで。で定規の使い方としてずっと回っても、定規をなんか逆さましないとなんかインクが下に入っちゃうんで、まあこれフローティングディスクついてるんですけど、こういうなんかやばくなるんですよ。まあこれ浮いてるからな、こういうなるんですよ。こういう状態になります。引っ張っちゃうんで。そういう形になってるから。別の種類の集中線とか曲線もは曲線の定規を使えば弾けます。こういう画鋲とテープ。テープで留める。専用漫画用な紙が出てきました。この紙は何が特別ですか？10キロ。110キロ。110キロないですよ、これ。まあ、そう。グラム。ベタフラッシュ。で、この残ってるところは全部黒く。ベタに。これは線1本ずつ書いてるんですか？そうですね。トーンでもこういう。トーンにもあります。だからトーンを使う人もいるんですけど、トーンだともう決まった形のなので、それで対応できない場合は書くというか。じゃあこれだとちょうどいい形とかちょうどいい大きさ。自分がやりたいサイズに自分で。あとトーン買い忘れてとか。まあただもちろん書く時間がいるっていう意味ではまあトーン張る方が早い場合もあるっていう。でこれすごい全部回ったらこういう。できます。こういう漫画用な重い紙の方がこれだとコピーだとよれちゃうんで。そうですね。あとテーブル黒くなりますね。これ何メーカーですか？これ IC の原稿用紙で。これよくロフトでも買えそうなんですけど。一応まあサイズは A4 サイズで、僕が今使ったのはですけど、B5 ね。これは一番普段使ってる大きさですか？いえ、違います。これは同人仕様で、紙自体のサイズは A4 なんですけど、印刷は多分 B5 用かな。普通の漫画で使われるのは B4 サイズ。よいしょ。コミケとか書いてる人はほとんど B5 サイズで書いてますか？まあ今デジタル多いんで紙で書いてる人がどれぐらいかって思いますけど、まあ同人誌だとこっちの方が要は紙の面積狭いんで、そんないっぱい書かなくて済むというか、単純に物量が少ない。これの方が細かくもっと書かなきゃいけないようになる。書きたい人は全然こっちでもいいと思います。一番小さい紙の方がやりやすい。ただその分自分も細かく書けないから絵は単調にというかシンプルにしないとって思います。こういう感じでだいたい均等な幅で、でこう一回ずらしてずらすんだ。すると変わった集中線。これどんな効果があるんですか？普通の集中線よりスピード感はちょっとなくなるんですけど、なんかこう不安な感じの集中線みたいなのとかも使ったり、まあそれは結構使う人の用途によりますけど。でも確かに標準用な集中線より不安心配になる。心配になる。ということで重い紙買ってください。重い紙で必ずこのペンを使った後にどっかに刺してください。ちゃんとね、怪我しないように。怪我しないようにケースかなんかあって2個ありますが、同時に
使うんですか？あ、いやこれ別に集中線だけじゃなくてパースを取る時にも使うので消失線に。ということで画鋲だけで集中線かける、素晴らしい。紙をぶっ刺さなくても危ねえ危ねえ、紙刺すの不安だったでしょ。ありがとうございます。ありがとうございました。なんで